前世、兄は愛人を連れて流星群を見に行った。彼女がそう言ったからだ。彼はボディガード全員を引き連れ田舎へ車を走らせ、彼女のために完璧な星空の夜を作り出した。不幸にも兄に破産させられたビジネス上の敵がこの機会を狙い、復讐のために我が家に押し入った。母は必死に私を守り、重傷を負い生死を放う状態に。私は兄に何度も電話し、すぐ戻って助けてくれるよう懇願した。彼はついに警備チームと共に帰らざるを得なかった。侵入者は捕らえられたが、その後田舎から恐ろしい知らせが届いた。彼の愛人が遺書を残し、行方不明になったのだ。遺書で彼女は、私が故意に兄を引き離し、敵に拷問された末自殺したと非難していた。兄は冷たく遺書を焼き捨て、私に気にしないよう言った。後日、兄は非難を浴び、父は私に会社を任せることを約束した。しかし祝賀ディナーの後、兄は寝室で残忍に私を殺害した。彼の顔には無表情で冷たく言った。裏切り者ごときはとっくに死ぬべきだった。お前が死ぬべきで家の相続は俺のものだ。私は信じられない思いで瞳を見開いたまま息を引き取り、再び目を開けると、敵が大邸宅の扉を破壊する音が聞こえた。第一章。邸宅の重い鉄門が強引に開けられる轟音が、死の淵からの帰還を私に思い知らせた。慌てふためく母をつかみ、寝室へ引きずり込んだ。ドアに鍵をかけ、息を切らしながら重い多くのタンスを扉に押し当てるよう母に促した。ミア、何してるの？警備員がいるじゃない。何が怖いの？母マリアンヌは困惑した表情で私を見たが、目に宿る恐怖は隠せなかった。彼女はまだ知らない。兄ジェームズが愛する女友達のため警備全員を連れ出したことを。母さん、ジェームズが警備全員連れて行ったの。家には2人だけよ。歯を食いしばり、全力でタンスを押した。重いオーク材が香木の床に深い傷を残し、背筋が凍るよう泣きしみ音を立てた。マリアンヌは固まった。普段責任感の強い兄がそんな無鉄砲なことをするとは信じられない様子だった。我が家の財力を考えれば、警備は常に最優先事項だ。警備員全員が同時に不在になることなどありえない。だが私の青ざめた顔を見て、信じざるを得なかった。早く。兄に電話して、すぐ戻るよう言いなさい。マリアンヌは声を震わせて促した。私は黙ったまま、かろうじてタンスで塞がれたドアを見つめていた。震える指で119番へダイヤルし、状況と住所を簡潔に伝えた。兄を最初の頼りにはできなかった。前世、彼の帰りが遅すぎて母が治療の時間を逃し死んだからだ。電話を切ると心が沈んだ。最近の大雪で道路が閉鎖され、丘の上の邸宅は最寄りの警察署からかなり離れていた。警察が到着する前に何が起きるか想像するだけで恐ろしかった。ドン。激しい衝撃がドアを揺らした。本能的に体をタンスに押し付け、恐怖が全身を駆け抜けた。ちょうどその時、マリアンヌの兄への電話がつながった。ジェームズ、早く帰って家に侵入者がいるの。マリアンヌの声は涙で詰まっていた。兄の苛立った声がスピーカーから聞こえた。母さん、でっち上げはやめてよ。ミシェルと流星群を待ってるんだ。明日帰るよ。嘘じゃない。本当に侵入者がいるの。早く帰ってこないと私たちの遺体を収容することになるわ。マリアンヌは叫び声に近かった。兄の口調はさらに冷たくなった。ミシェルのこと嫌ってるのは知ってるけど、そんな話で脅す必要ないだろう。第2章。それにミア・クーパーには、こんな小細工はやめろと伝えとけ。もう騙されないからな。
この言葉に私の心は完全に沈んだ。兄も再生していたようだ。だがなぜこれを私のでっち上げだと思う？前世、彼はこの目で教官たちが母と私を拷問するのを見ていたのに。なぜ今回はこんなに冷たいのか？ミシェル・ピーターソンのためだけ？彼女の遺書のミアが恋にやったという一言だけのために？重い足音がドアに近づいた。そしてドアはさらに激しく叩かれ、タンスが床をきしませながらずれ始めた。タンスの防御が徐々に崩れていくのを無力に見つめるしかなかったパキ。タンスの角が強打で裂け、眼前に大きな隙間が現れた。外の侵入者はしわがれた笑い声を上げた。ここに隠れてたのか。私は母の前に立ち、ベッドへ一歩ずつ後退した。広がる扉の裂け穴を見つめ、額に汗をかいた。武器も何もなく、完全に無力だった。そしてドアは強引に開けられ、タンスの底が金属がきしむような恐ろしい音を立てた。汚れたブーツが部屋に踏み込んだ。ドアを塞げば助かると思った？遊んでいる暇はないぜ。男は歪んだ笑みを浮かべ、いやらしい目で部屋を見回した。私はその場に凍りつき、彼の手に光るナイフを見つめた。冷たい光が汚らしい歯関節に反射している。その視線は私に注がれ、貪欲で吐き気を催させる蛇の舌のようだった。おっと、こんな可愛いお嬢さんがいるとはな。マリアンヌは悲痛な叫び声を上げた。彼女に触らないで。私は歯を食いしばり、胸中に渦巻く絶望と戦い、母に囁いた。母さん、次に何が起きても口出ししないで。後ろに下がって。窓の外にトランポリンがあるからクッションになるわ。それから隣のパテル家に走って姉さんパテルを探して。私を助けに来るよう頼んで。ナイフの男が近づいてきた。時間はない。前世でも拷問されたのだ。今回はどんな代償を払っても母を救わなければ。ミア、あなたを置いていけない。私は母の手首を強く握った。聞いて。飛び降りてすぐパテル家に行って。あなたが生き延びさえすれば、まだ希望はあるから。ちょうどその時、男がぐらつくタンスを押しのけ、こちらへ進んできた。母さん、今すぐ飛び降りて。必死のささやきで促した。だが代わりに、マリアンヌが突然男に飛びかかった。彼女は全力で男の腕をつかみ、引き戻そうとした。ミア。飛び降りて、逃げて。母が捕まえさせない。その声には決意が詰まっていた。母さん。恐怖で叫んだ。男の振り上げたナイフが躊躇なく彼女の背中に突き刺さるのを無力に見つめるしかなかった。赤い閃光が脳裏に炸裂し、衝撃で理性のすべてが粉々になった。母は痛みに息を飲んだが、それでも男の腰をつかみ、必死に叫んだ。飛び降りろ。ミア、今すぐ。止まるな。血の気が引いたが、生存本能が勝った。正面から戦って勝ち目はない。窓へ駆け寄り、躊躇なく飛び降りた。トランポリンで激しく跳ね上げられ、足首からふくらはぎへ鋭い痛みが走ったのを感じた。第3章。しかし、ぐずぐずしている時間はない。歯を食いしばり、よろよろと立ち上がり、隣のパテル家へ全力で走った。凍傷になった足が雪に沈み、生々しく血まみれになるのも構わず、ただ前へ走り続けることだけを覚えていた。林家とはいえ、実際には1キロ離れていた。凍えるような空気が喉を刺したが、速度を落とす勇気はなかった。前世、押し入った侵入者は一人ではなかったからだ。パテル家の鉄門の前で倒れ込むと、必死に叩き、しわがれた声で叫んだ。姉さん。開けて、助けて。侵入者が家に押し入ったの、母を救って。
鉄門がきしみながら開き、姉さんが眉を潜めて立っていた。暖かなカシミヤのコートを着ているのに、顔には一片のぬくもりもない。雪にひざまずく私を見下ろし、ゆっくりと言った。ミア、最近演技が上手くなったな。嘲笑と軽蔑の混じった口調だった。血の気が胸に上り、頭がクラクラした。姉さん。ふざけてない、冗談じゃないの。母が生死を奉公っているの。誰か一緒に来て、母を助けてくれるよう頼んで。彼は私の乱れた姿と傷を誇張したように見て回し、言った。ジェームズがミシェルへの死身から家庭侵入劇をでっち上げるかもって言ってなかったら、信じたかもしれないね。必死で説明した。彼の言うこと聞かないで。これは本当なの。もう警察には電話したけど、まだついてないの。お願い、母は刺されたの。もう持たない。前世、あの3人の侵入者は後で母に怒りをぶつけた。母と私は必死に戦い、2人とも拷問され重傷を負った。私は暴行され、母は死んだ。今回は母を私のせいで死なせてはいけない。警察への通話記録を見せようとしたが、姉さんは微塵も信じる様子を見せなかった。代わりに冷ややかな嘲笑を続けた。今回はなかなか手の込んだ芝居だな。警察まで呼んだのか？家庭侵入劇？この演技は迫真で、もう少しで信じるところだった。君の決意には感心するよ。姉さん。正気なの。これは本当なの。絶望で叫び、涙が視界を曇らせた。しかし、私の叫びは彼の信頼を勝ち取れなかった。彼は去ろうとしたが、私は彼にしがみついた。お願い。母は本当に助けが必要なの。今行くかなければ、彼女は死ぬかもしれない。本当に死んでしまう。彼は私を見下ろし、表情は完全に冷めていた。ミア、ジェームズは特に、君がどんな騒ぎを起こしても無視しろと言っていた。その冷たさが神経を逆なでした。ミシェルが現れる前、姉さんは私の幼馴染で、いつも優しく気にかけてくれた。婚約後でさえ、非常に甘やかしてくれた。だがあの女が現れ、すべてが変わった。姉さんは私に冷たくなり、兄も距離を置き始めた。ミシェルを喜ばせるため、兄はあらゆるバカなことをした。他者の名前がミシェルの愛犬と同じという理由で、悪意を持って事業を潰し、これが災いを我が家にもたらしたのだ。雪にひざまずきながら懇願した。姉さん、お願い。誰か連れて家を確認してよ、お願い。婚約破棄してもいいから、ただ助けて。限界まで追い詰められていた。心の中で何度も祈った。姉さんが一辺の良心を見せてくれますように。第4章。過去の関係を思い出し、母を救ってくれることを願った。幼い頃から私の成長を見守ってきた執事が、ようやく同情した。様、数人連れて確認された方が良いかもしれません。クーパーお嬢様がこんなことで嘘をつくはずがありません。姉さんは一瞬躊躇した。私は機会を逃さず、必死に頭を下げ始めた。額が凍りついた地面に鈍い音を立ててぶつかった。お願いです。母を助けてください。姉さんはようやく口を開いた。口調は相変わらず冷たかった。数人連れて確認に行く。だが、ミア、これが君のでっち上げだった場合、代償を払わせるからな。私は鋭く顔を上げ、目に一筋の希望を宿した。なんであれ言ってさえくれれば。数人の警備員を呼び集めたが、最悪のタイミングで彼の電話が鳴った。兄からの着信だった。姉さんは私を一別し、スピーカーにした。兄の怠惰で冷たい声が流れた。ミアがそっちに行ってないか？彼女の言うこと聞くな。
さっき母の電話で殺すと脅してきた奴がいた。笑えるよ。氷結に落ちたように血液が凍りついた。一生私を守ると誓った兄がここまで冷酷だとは信じられなかった。女一人のために母の安全を顧みず、私の懇願に耳を貸さない。怒りと恐怖が入り混じり、電話に向かって叫んだ。ジェームズ。正気なの。私たちが死ななきゃ信じないの？母と私に何が起きたか見たはずでしょ。彼は冷たく笑った。あれは権力を得るための君の策略だ。家のメンデス夫人に聞いたけど、何も問題ないって。君は冷酷で邪悪だ。今回は信じない。母に何かあれば、君の自己責任だ。私の心は完全に沈んだ。メンデス夫人は1週間前に休暇で帰宅したはず。家の状況を知るはずがないのに。反論しようとしたが、ビープ音とともに通信が切断された。姉さんの表情は完全に曇った。嫌悪の眼差しで私を見た。だから嘘つきだったんだ。誰か彼女を捕らえろ。足を追って今日を教えろ。数人の警備員が前進し、私を拘束しようとした。足の激痛に耐えながら叫んだ。よくもそんな。父が戻ったら、お前たち全員許さない。警備員は不安げに顔を見合わせ、躊躇した。姉さんは冷笑し、さりげなくバットを手に取り、私に歩み寄った。見下ろすその目は、嘲笑と軽蔑に満ちていた。奴らにはできないが、俺にはできる。絶望して彼を見上げた。かつての優しい愛情は、幻の夢のように思えた。彼がこんな風に接するとは信じられなかった。恐ろしさにこう耐えろうとしたが、彼は私を地面に蹴り倒した。腹部に鋭い痛みが走り、立ち直る間もなく、彼はバットですでに負傷した左足を凶悪に打ちつけた。ああ。激痛に悲鳴を上げ、体は激しく震え、ほとんど気を失いそうになった。彼はただ冷たく傍観していた。これが俺を騙した代償だ。ちょうどその時、私の電話が鳴った。彼は腰をかがめて拾い上げ、嘲笑の笑みを浮かべた。今度は誰からの電話か聞いてみよう。もしもし、通報されたクーパーさんですか？ご自宅に到着しました。侵入者は抵抗の末逃亡しましたが、お母様は重体で至急の手当てが必要です。